皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ今日はですね、エーブルキャリーさんからレビュー用に提供していただいたこちらデイリープラスというバックパックリュックですね、こちらをご紹介していきたいと思います。で実はもう9月のね後半ぐらいに提供していただいて約ね1ヶ月半ほど使い込んでおります。その間このリュックの本来の想定使用シーンですね、タウンユースでももちろん使っておりますし、あとですねアウトドア、それから撮影なんかにもね持ち出して使っております。でその結果分かったことを今回この動画でご紹介していくんですけれども、もう先にね結論申し上げます。このリュックめちゃくちゃいいです。よかった、本当によかった。僕ね、若い頃から登山用のザックからこういったタウンユース用の普段使いのリュック、少なからずね背負ってきたんですけれども、その中でもねずば抜けてよかったんですよ。正直言ってねリュックってもちろんピンキリなんですが、ある程度のねレベル、一定レベルのリュックであればどれ背負ってもねそれほど変わらないだろうというふうに思っていたんですが、これはね違いましたね。構造とかポケットの構成といった使い勝手の良さ、それから背負い心地ですね、こういったものを総合的に見てちょっとね頭一つ抜けているリュックだと思います。そういったリュックにね出会えて久しぶりにねこれいいなっていうものを背負うことができたので、今回ねレビューのお話をいただいたエーブルキャリーさんに本当にね感謝したいんですけれども、どんな点が良かったのか、どういうところが使い勝手がいいのか、こういったところをですね詳しくご紹介していきたいと思います。日常使いのいいリュックないかなとお探しの方、ぜひね最後までご覧いただきたいと思います。それではね早速始めていきましょう。はい、それではまずね最初に諸データを紹介していきます。サイズですけれども、高さが49センチ、幅が29センチ、そして奥行きが19センチあります。重量の方が 1210g、容量が21リットルで、主な素材ですけれども、また後でね詳しくご紹介したいと思いますけれども、 X パックが使われていて、収納に関してこれもね後で紹介しますけれども、16インチまでのノート PC と一緒にですね11インチクラスのタブレット iPad が入ります。あとカラーバリエーションはご覧いただいているブラックとオリーブグリーンとネイビーブルーの3色展開、価格の方が 35,200 円となっています。続いてここからはデイリープラスの特徴をねご紹介していきたいと思います。でまず主に使われている素材 X パックについてなんですけれども、でここ最近アウトドア用の、中型からやや小型のバックパック、ザックなんかでねよく使われるようになっているので、ご覧になったことはある方多いと思うんですけれども、ちょっとねアップで見てもらった方が分かりやすいと思うんですけれども、ご覧のようにですね X 字状に斜めに格子でこういうふうにですね線が入っています。でこれ何かというとポリエステル製の芯が入ってるんですよ。この X パックっていう生地はアメリカのディメンションポライアント社がヨットの帆セールクロスとして開発したもので、ポリエステルの糸を芯として網目状にしたものの表と裏側からさらにですねナイロンやポリエステルの撥水性の高い薄い生地で圧着したものなんですよね。でこれ何がいいかというと、薄い生地ですので当然軽いですし、またですね本来布ってね縦糸と横糸で編まれているので、縦方向とか横方向への引っ張りは強いんですが、斜め方向にはほら伸びるでしょ、弱いんですよ。ところがこの X パックは X 状に斜めに芯が入ることによって斜め方向への引っ張りにも強くなっています。でさらにはね表生地裏生地なんかにポリエステル素材なんかは貼られていますので防水性も高いです。軽量で強くて防水性が高いということで、アウトドアのバックパックにぴったりな素材なんですよね。肌触りねツルツルした感じではありますけれども、ちょっと硬めでゴワゴワしてもいるんですが、今回ね使っている中で気がついたのは、その軽量で強くて防水性が高い、それ以外にもですね、外で使うと汚れるじゃないですか。汚れにも強いんですよ。湿らしたねタオルとかウエットティッシュで拭いてやるだけでね、軽い汚れだったらもう本当に綺麗に落ちます。そういった点もね普段使いのバックパックとしていい素材をね選んでいるなというふうに思いました。はい、次にねデイリープラスの収納とかですねポケットの構成についてご紹介していきます。はい、まずねフロントポケットから紹介していきます。フロントポケットはこのリュックに対してややね斜め方向に取り付けられています。
でここにねジッパーがあるんですけれども、この X パックの生地でねかなりの部分覆われております。これはね防水性を高めるため雨対策だと思います。でこれ開けてやると、まずこのフロントポケット自体大きな空間になっていて、結構ね長尺のものも入りますし、またですねマチもかなり余裕を持って取られているので厚めのものもね入ると思います。でこの中にですねさらに2つのポケットがありまして、このフロントポケット自体が上方向に向かってね狭くなっていますので、下側のポケットはやや大きく、上側のポケットは小さくというふうになっています。で下側のポケットはジッパーがなくて、こういうふうにもうすぐにね手を入れられますので、かなりねアクセスしやすいですよね。である程度大きいので、例えばこういった Kindle ですね、こういったものもそのまま入ってしまいます。でそれに対して上側はジッパーがありまして、これを開けてやると、ややね浅めなんですけれども、ここは小さい貴重品なんかを入れるのにいいんではないかなと思います。でこの2つのねポケットとも、このフロントポケットのメインの入り口ですね、斜め方向と並行して取り付けられています。ですのでここのポケットってね、おそらくショルダーベルトを片一方を肩にかけたままくるっと体の前にリュックを回してきて、で右手でアクセスするというのにすごくね適したポケットになっていると思います。はい、あとねこのフロントポケットでご紹介しておきたいのが、この奥にですねこういうふうにキーフックがついています。で割とねしっかりしたカラビナがついているんですけれども、これですね奥の方見ていただくと、こういうふうにですねループがあって、ここにね取り付けているだけでこれ外すことができるんですよね。ですのでねこのキーフックそのまま使ってももちろんいいですし、必要ないという方はね取り外すこともできますし、またあるいはね自分の好みのものに取り替えるということもできて、この辺りのね心配り非常にねいいですよね。利便性が高いと思います。はい、2つ目のポケットですね。それがボトルポケットになります。先ほど紹介したフロントポケット、そしてこちらがね後で紹介するメインポケットのジッパーなんですが、その間ここですね、ここに隠れたようにボトルポケットが存在します。で他のメーカーのものなんですけれども、通常ボトルポケットというとリュックの側面ですね、こういったメッシュ生地のポケットなんかがあって、ここにですね水筒とかを入れたりするんですけれども、そうするとねデザイン的にやっぱりねごちゃごちゃしますよね。ところがこのデイリープラスの場合はリュック本体内側にボトルポケットの空間を作りました。これによってですね全体のデザインが本当にねシンプルになっていると思います。はい、でこのボトルポケットね実際に入れてお見せしたいと思いますが、例えばこれも使い込んでボロボロになっているんですが、僕がよく使っている水筒ですけれども、こういうふうに入りますし、よくね売られているこういうペットボトルの飲料水なんかもこういうふうにね入れることができます。はい、またね折りたたみ傘なんかもね入れて持ち運ぶのにも便利だと思います。で基本的にこのポケットね円柱状のものを入れるのに便利で、しかもねかなり長尺のものも入ります。ということで今回ね使用している期間でこういったですねレンズ、裸で入れることはないんですが、こうやってレンズを入れて持ち運んだりもしました。ですのでちょっとしたねカメラバッグとしてね使うこともできると思います。はい、次にね3つ目メインポケットに行きたいと思います。でメインポケットですね、まず外観からちょっと説明していきたいと思いますが、メインポケットのジッパーに関してはアメブタ覆いはなくて止水ジッパーになっています。でこの2つのジッパーで開閉するんですが、全開にしてやるとここまで開くことができます。でちなみにですねこの両サイドにこういったループ状になっているベルトがついておりますので、例えば両方のジッパーともね片側に持っていってこういうふうに通してやると、簡単にね開けることができなくなって、すり対策セキュリティ面での配慮もされています。はい、ではねメインポケットどんな構成になっているのか見ていきたいと思います。まずここですね PC ポケットがあります。16インチまで対応してくれておりますので、このね MacBook Air だともう余裕で入ります。でノートパソコンを運ばれる方で気にされる点がこの PC ポケットの底の部分ですね。これストーンと入れた場合に
例えば机の天板にガツンと PC が当たらないかどうかなんですけれども、ちょっと見えにくいんですが、実はこの PC ポケットはリュックの一番底まで行っておりません。そうですね、底の部分から3センチぐらい浮いているところで止まっているんですよね。でなおかつ、当たることはないと思うんですけども、底の部分にもやや固めのねクッション性のあるものが入っておりますので、どうしてもねノートパソコンって入れる時手が滑ってストンとこう入ってしまうことがあるんですが、机等のね硬いものにノート PC が当たるという心配はありません。でそのね PC ポケットの手前側にはこの2段になって伸縮性のある生地でポケットが2つついております。でまず大きい方ですけれども、こちらはですね11インチまでのタブレットを入れることができます。これはね iPad Air 4なんですけれども11インチクラスです。でまたその手前にもう一つね小さいポケットがあるんですが、ここはね先ほど見ていただいた Kindle、 これはもう余裕で入りますし、これはモレスキンのポケットサイズなんですが、これもね入れることができます。でここからねちょっと個人的にこういうふうに使ってましたという話なんですけれども、僕が外でね作業する場合に持ち出すのがこの MacBook Air と、あとねサブモニター兼テザリング用として iPad mini をね持っていくんですよね。でこの2つなんですけれども、もちろんね余裕で入れることができます。でさらになんですが、あまりこれはね人にはお勧めできないかもしれないんですけれども、これなんですよ、マウス。どうしてもですね編集作業の時このね横スクロールができるマウスでないと僕はやりにくいので、これをね持ち出したいんですよね。トラックパッドでちょっとね作業するのがしんどいんですよ。でこれです。このね伸縮性のあるポケット、これがめちゃくちゃ便利でした。こういったね立体的なものってもう普通のこういうところにポンとこう入れて持ち運ぶしかないのかなというふうに思っていたんですが、この伸縮性のあるポケットちゃんとホールドしてくれるわけですよ。これねすごくありがたかったですね。あまりねこれずっとやってるとこのポケットが伸びてしまうかもしれないんですが、こういったね立体的なもの、厚みのあるものを持ち運ぶのにもすごくね便利だと思います。はい、でさらにですねこの伸縮性のあるポケットの横の部分ですね、ここには細いポケットが2つずつありますので、ここにね、通常のボールペンとかですね、はい、それからApple Pencil のね、予備としてこういったサードパーティー製の iPad タッチペン、こういったものをね挿して持ち歩いていました。はい、それからですねこのメインポケットの背面部分ですね、ここにはこういうふうにですね斜め方向に設置されている入り口から、ややね浅めなんですけれども、もう一つねポケットがあります。でこれですね、なぜこの斜めに配置されているのか、実は先ほど紹介したここですね、ボトルポケット、ここにね例えば水筒なんかが入っていると、これねファスナー全開にしたとしてもこういうふうに開くんですよ。わかります？ここに水筒が入っているので、これが邪魔になってまっすぐ開いてくれないんですよ。こういうふうになります。はい、でその時にねこれまっすぐ取り付けられているとややねアクセスしにくいじゃないですか。こういうふうにね斜めに配置されていることで、こういう開き方をしてもねアクセスしやすいというふうに配慮されています。はい、でここまでねメインポケット紹介しましたけれども、実はメインポケットのポケットってこれだけじゃないんですよ。ここにねもう全然わからないでしょ、もう一つ隠しポケットがあるんですよ。でちょっと紹介するためにあまりやりたくないんですが、こういうふうにちょっとひっくり返しますね。よいしょ。はい、そうするとここにですねファスナーがあるんですよ。これね知ってる人でないと絶対見つけられないと思います。でここ開けてやると、間口はねこれぐらいしかありませんので結構ね狭いんですけれども、ズドーンとこんな感じでリュックのね底まで届きます。ということでこれ一体何に使うんだろう、大切なものをね入れるのに使うんだろうなとは思うんですが、とはいえですねこれだけ深いポケットでもアクセス非常にしにくい場所ですし、そんな大きなものをね入れっぱなしにするということがねちょっと想定しにくいんですよね。でここに実はこういうベルクロで留まっている小さいポケットがあるんですよ。非常に浅いです。
僕の指全部は入らないですね。でこれ何を入れたらいいんだろうと思った時に多分ねこれなんじゃないかなと思います。ここではねエアタグを紹介しておきますけれども、忘れ物防止とか盗難防止用のタグですね、こういったものをここに入れておくと。でもしね盗難にあった場合でも、その盗んだ人多分このポケットねデイリープラスの構造を知っている人でないと絶対気づかないと思います。またちょっと戻しますけれども、これね横からご覧になったら分かると思うんですが、この背面の背中に当たる部分に対してややねこう斜めに下ってきてるんですよね。で開けてパッとこう正面から見てもこの取り付け部分、ポケットの入り口部分見えないんですよ。なのでまず見つけることできないと思います。いやなかなかね面白い工夫をされているなというふうに感じましたね。はい、ここまでね紹介してきた以外にあともう一つポケットがあります。それがねここなんですよ。これもねパッと見分かりにくいんですけれども、ここの部分ですね、ここにジッパーがありまして、でここを開けてやるとトップポケットがあります。でこのトップポケットね結構深くてこういうふうに僕の手が入ってしまいます。でこの位置のねポケットってかなりねアクセスしやすいですし、アクセスする率が高いと思うんですよね。ただ一般的なリュックの場合ここについているポケットって小さいんですよ。ですがこれだけ大きいポケットをつけてくれていると、例えばねたびたび出てきますが Kindle、 これね縦入れでスパッと入ってしまいます。でまたお財布ですよね、これコンパクトサイズなんですが長財布なんですよ。これも実は縦方向で入ってしまいます。これありがたいですよね。このねトップポケットをこれだけ大きくしてくれるというのもね、何かそのユーザーのね使い勝手を本当にね考えているなというのが伝わってくると思います。はい、続いてその他のね外観ちょっと説明していきたいと思います。リュックでね非常に大切なのはこれですよね。ショルダーベルトの部分、ここですね。まず表側は X パック、そして裏側はメッシュ素材となっています。で実際使ってみてね思ったのは、このねショルダーベルトの幅が広いんですよね、このリュックで。しかもね触った感じやや硬めなんですよ。でこの幅の広さと材質の硬さ、これがね背負い心地に大きく関係してきます。最初に言ったようにねリュックってピンキリなんですけれども、見た目同じようなデザインのリュックっていっぱいあるんですが、やっぱり安いリュックって背負い心地の悪いものが多いんですよ。でその背負い心地がなぜ悪いか、一つの理由がこのショルダーベルトなんですよ。大抵ですねこの幅が狭くて、しかもペラペラ薄いんですよ。でしかも柔らかいので背負っているとですね肩に食い込んでくるんですよね。圧力の関係でもうすぐにお分かりだと思いますが、この幅が広いほど肩にかかる重力が分散されるので背負い心地良くなるんですよ。でそういった点から考えるとこのリュックね本当にこの幅が広くてある程度硬さがあって、重たいものを入れてもねぐっとこう肩に食い込んだりしないので、すごくね背負い心地がいいです。はい、それからねチェストストラップついております。でこのねストラップの留め具なんですがちょっと変わっていて、よくねこう両脇から挟んでね外すタイプのものを見るんですけれども、こちらねマグネット式になっていてこういう脱着なんですよね。ここにねマグネットが入ってるわけなんですけれども、ちょっと重ねてやってこれでもうくっつきます。で外す時もちょっとずらしてやると外れます。最初ねちょっと慣れないとと思ったんですけれども、慣れるとねすごく使いやすい機構ですね。で、こちら側ですねゴムのベルトと二重になっていて、少しだけねこういうふうに遊びを持たせています。でこのストラップの取り付けている位置ですけれども、こういうふうにですねループ状になっているベルトが何段かに縫い付けられておりまして、でここはねフックになっています。ですのでこれを外してやれば位置をね変えることもできますし、またですねもう完全に外してしまうということもできます。またですね僕がそうなんですが、普段ねこのチェストストラップ全然使わないんですけれども、荷物が重い時とか、あるいはですねこのショルダーベルトの部分にカメラをね取り付けて撮影する時、どうしてもねこのベルトを前側に持ってきたいのでこのねストラップをするんですけれども、普段は使わないという方はですねここに収納することができます。
はい、こういうふうにね収納することによって見た目的にもねすっきりと使うことができます。この辺りのね設計なかなかうまいですよね。こういった細かいところでもね使い勝手がよくね考えられていると思います。はい、あとね背面部分ですね。はい、このね背中の当たる部分、ここもリュックの背負い心地にとって非常に大事な部分だと思います。でご覧のようにですね、ここメッシュ生地になっておりまして通気性が考慮されているんですけれども、特にねこの溝ですね、非常に深い溝が掘られていて、こうした方がちょっと分かりやすいですかね。この溝がですね通気性をすごく高めてくれるんですよね。どのようなね生地を使おうとも、あるいはどのような気候にしようともですね、背中と密着しますので必ずね汗はかくんですよ。特に夏場なんかはべったり汗をかくんですけれども、このね横の溝、これが特にねすごいなと感じたんですが、ちょっとしたねハイキングで山の上でね背負っていた時なんですけれども、風が強かったんですよ。そうするとね背中越しにここに風が通るのを感じたんですよ。これ初めての体験でした。もちろん背中汗は多少かいてるんですけども、涼しいっていう風に感じるんですよね。これはねちょっとびっくりしました。でまた真ん中にねこういう風に溝があると背中を丸めた時ですね、背骨のラインがこう出てくると思うんですが、そこがねこう当たらないわけですよ。こういったところもね背負い心地にすごくねいい点だと思います。はい、ということでねここまで構造とかですねポケットの構成なんかを紹介しながらですね、このリュックの特徴、良かった点なんかも含めてお話ししてきたんですけれども、ここからはですね約1ヶ月半ほど使い込んでみて、その上でね感じた良かった点にも触れつつ、さらにねこのデイリープラスの深いところ、細かいところを紹介していきたいと思います。でね使ってみて良かった点いろいろあるんですけれども、まず1つ目ですね。これはもうここまでの動画の中でたびたび触れているんですけども、背負い心地が抜群にいいという点です。このエイブルキャリーさんのバックパックって無重力バックパックっていう風に称されるんですよね。でさすがにね無重力は言い過ぎだろうと思っていたんですけれども、背負ってみてねやっぱりね軽く感じるんですよね。でそのなぜ軽く感じるか、それをですね支えてる技術、構造っていうのがこれなんですよ。ここのねこういうストラップというかベルトがこういうふうに縫い付けられているんですけれども、これですねどこから来てるかというと、このショルダーベルトからずっと来ていて、ここにつながってるんですよね。でこういうふうな形をしているので、アルファベットの A の形をしているので A フレームというんですが、これがですね下から支えるような形、機構になっていて、同じ重さの内容物を他のリュックで背負った時よりもやはりね軽く感じるんですよね。でこの機構って考えてみたらあれですよ、子供をおんぶして背負った時のこの手ですよね。お尻のあたりをこういうふうに下から持ち上げると思うんですが、その形と同じ機構が施されているわけですよ。で最初の部分でお伝えしたように、これね X パックという非常にアウトドア向きの生地で作られているリュックなんですよね。なのでサイズ的にもあるいはポケットの構成的にもタウンユース向けに作られているものではあるんですが、軽くて丈夫で、しかも背負い心地抜群で重さを感じにくい、軽く感じるリュック、これアウトドアにぴったりだなと思ったんですよね。でそこで今回の使用期間中にちょっとしたね、軽めのハイキング程度のものなんですけれども持ち出してみました。でその時ね山頂に展望台があってね、ちょっと屋根がついている東屋的なところがあったので、そこで昼食を取ろうと思って、このバックパックの中には水2リットル、それから鍋、ガスコンロ、携帯用のガスコンロですね。で当然ガスボンベと、あとね、簡単な食事、カップラーメンとかを持って登ったんですが、水2リットル入れたってですね全然軽いんですよ。これはね驚きましたね。緩やかなねアップダウンのある道だったんですけれども、背中へのフィット感も非常にいいですし、あとですねこれですね、やはりショルダーベルトの幅が広いので肩への食い込み感がねあまりないんですよね。でそれに加えて A フレームですよ。下からね支える感じがありますので、これはですねアウトドアで結構な時間、長時間歩くのにもね向いてるリュックだと思います。はい、2つ目の良かった点、それがですね自立するという点です。今ね何も入っていない状態ですのでちょっとね立たないんですけれども、今ね普段持ち歩くぐらいの荷物をちょっと簡単に入れてみたんですけれども、これだとですね立つんですよね。で最近のリュックってデザインを優先するあまりですね、この底の部分、
このね斜めにカットしてるものもあるんですよ。もう最初からもう絶対自立しませんというリュックも多いんですが、これはねちゃんと平らに作ってくれていて、でしかもねこの側面なんかある程度硬めのパッドが入っていたりしてくれるのでちゃんと立ってくれます。でこのね立ってくれるっていうのもめちゃくちゃありがたいんですよね。経験あると思うんですけれども、リュックって僕もそうですが地べたに置きたくはないんですよ。あるいは駅のホームのコンクリートの上なんかにも置きたくないんですよ。汚いですもんね。ですがどうしてもですねちょっとリュックを置いて何かやらないといけない時ってあるんですよね。でその時にしょうがなしなんですけれども置きますよね。で置いて立ってくれるといいんですが、立たないリュックだとそのままゴロンっていっちゃうわけですよ。これもっと嫌な状態なんですよね。でそういうリュックだとどうするかというと、立ったままですね足で挟んだ状態で荷物のね出し入れをしたりするということがあるわけなんですが、その点ですねこれは本当にねこういうふうに立ちますのですごくね便利です。これ細かい点なんですけれども毎日使うバッグだからこそね重要なポイントだと思います。はい、3つ目の良かった点、それがですね、ちょっと適した言葉が思い浮かばなかったので一応こういうふうに言わせてもらいますけれども、拡張性です。で拡張性って何を指しているかというと、こういったねタウンユースのおしゃれなシンプルなデザインのリュックって往々にしてですね何もないんですよ。わかりますでしょうか。できるだけ外側にあれこれついていない状態のデザインになってるんですよね。で20リットル入りますから普段使いではね十分なんですけれども、これねさっきちらっと言いましたけれども、このねボトルポケットあるわけですよ。でここにこういった水筒とかペットボトルを入れる、これもちろんいいんですけれども、カメラのレンズ入れるのにもこれちょうどいいんですよね。こういう円柱状のものを入れるのにすごく便利なんですよ。で思いついたのがこのバッグをカメラバッグとして撮影に持っていきたいと。で時期もね紅葉のシーズンが始まりそうなタイミングでしたので、山奥のね渓谷にちょっと撮影に行こうと思ったんですが、その時にですね、レンズは入ります。カメラ本体もこの中に入ります。問題は三脚なんですよ。で最近ねこのトラベル三脚を使い始めてるんですけれども、これねギリギリこのリュックの中に入れることはできるんですが、中に入れるとねカメラ持っていけないじゃないですか。なので外側につけたいわけですよ。でそういった時に最近流行りのすごくシンプルなリュックってどこにもつけるところがないんですが、デイリープラスはあるんです。はい、例えばですねこのリュックのこの向きで見て左側ですね、ここにねこれ公式サイトで見ると自転車用の U 字ロックをここにね取り付けてっていう写真が載っているんですけれども、こういったループ状のベルトがついております。でまたてっぺんにねこういう持ち手がついているんですが、そこから伸びているベルトも2箇所ほどですねループになっています。でこの2箇所にこういったベルクロ製のテープ、これ100均で購入したものなんですけれども、これを取り付けてですね、はいこういう状態ですね、こういう形に取り付けて、であとですね今撮影しているカメラなんですけれども、このねショルダーベルトのところにこういうねアタッチメントを取り付けて、撮影中はここにカメラをつけて歩くというスタイルで撮影に行ってまいりました。でそもそもねこのリュック非常に軽く感じるリュックですので、この三脚1キロぐらいあるんですけれどもあまりね重さも感じませんし、またですねショルダーベルト自体もねある程度の剛性丈夫さを持っておりますので、1.34 キロぐらいねあるカメラを取り付けてもですね全く問題ありませんでした。でこの状態で結構歩きながらね撮影したり、あるいはここぞというところでですね三脚を下ろしてちゃんとね撮影するということをやったんですけれども、このね1日結構歩いたんですけれどもあまりね疲れないんですよ。これねすごく重要なポイントだと思うんですよね。それはともかくですね、こういうふうに普段使い以外にもうちょっとねリュックに入りきらない大きなものを取り付けるということもできます。でまた今側面につけましたけれども、このねリュックの底面部分 A フレーム、ここもですねループ状になっているので、例えばねこういうベルトを後からつけてやればアウトドアなんかでねよく見かけると思うんですが、マットをねこの下に取り付けて持ち運ぶこともできます。はい、ということでね非常にデザイン的にはシンプルなリュックなんですけれども、何か外付けで拡張しようと思った時にもねちゃんと対応することができる。
これもねこのリュックのすごい点だと思います。はい、でここまでねこのデイリープラスの1ヶ月半ほど使ってみて感じた良かった点紹介してきたんですけれども、やっぱりね気になる点もね多少あるんですよね。ここもうちょっとだけこういう風にしてくれたらいいのになとか、あるいは使う上でここちょっと注意点だなというようなところ3つほどご紹介しておきます。でまず1つ目ですね、これ本当に惜しい、これねつけてたらもう完璧だなと思っていたんですけれども、それは何かというとですね、スーツケースの引っ張る取っ手に取り付けることができないんですよ。長期のね旅行なんか行く時にスーツケースも併用して使いますよね。でその時に取っ手の部分伸ばしたところにこのリュックをスポットですね取り付けるためのベルトがついているものありますが、このデイリープラスにはそれがないんですよね。でエイブルキャリーさん的にはですね、そういった旅行用のバッグとしてはもうワンランク大きいサイズの30リットルの、これですね、マックスバックパック、こちらをね想定しているんだと思います。こんな風にですねガバッと全開になって荷物のね詰め込みしやすくなっておりますし、でこの写真で見てお分かりになるでしょうか、ここにですねそのスーツケースの取っ手に差し込むためのベルトがついてるんですよね。で片やデイリープラスの方は普段使い用のバックパックですよということだと思うんですけれども、普段ねこんなに背負いやすいバックパック、やっぱり旅行に持って行って、でメインの荷物はスーツケースに入れるけれども、現地での行動用の背負ってね街を歩くためのバックパックとしてねやっぱり使いたいじゃないですか。持っていきたくなりますよね。ですがスーツケースにこう差し込んで、要はスーツケースの上に乗せてですねコロコロ引っ張って移動したいんだけれども、これにはですねそれがついてないんですよね。ここすごくね残念な点だと思います。是非ね次の改良新しいバージョンが出る時にはですねここにベルトを1本つけていただきたいなと思います。はい、2つ目の気になった点、それがですねポケットの紹介のところで触れたんですけれども、ここにねボトルポケットがありますが、ボトルポケットとメインポケットの開閉の関係です。これねダブルジッパーでこういう風に開きますよね。ガバッと開く、これはいいんですが、例えばねボトルポケットに水筒を入れますね。そうするとこういう風に開くんですよ。要はここが曲がらなくなるんですよね。こういう開き方になるので、ここのポケットは斜め方向にねつけてるんですよっていう話をしましたけれども、ちょっとこれ残念な点かな。でもこれねちょっとしょうがないとは思うんですけれども、若干出し入れがしにくくなりますので、使う時はねこの辺ちょっと注意がいるのかなというふうに思います。であともう一つ荷物の取り出しで注意点があるのは、それはですね PC ポケットなんですよ。PC をね入れるのは別に問題ないんですけれども、こういうふうにですねメインポケットの上にひさしになるような形でこの上側の部分出てきてるんですよね。なので出す時にですね若干これが邪魔になるんですよね。ちょっと曲げてやって出さないと引っかかるんですよね。一日のうちにね何度も頻繁にですねこの PC の出し入れっていうのをするわけではないので、これはもう出す時にはこういうふうに曲げて出すんだっていうふうにね習慣づければ済むことではあるんですが、ただね場面によってはこういうふうに置いてで取り出さないといけない時もあるんですが、これもね出しにくいんですよ。ちょっとこういうふうに倒してやっておいて引っ張らないといけないということで、ここがねちょっと使いにくいかなと思った点です。はい、ということでね今3つほど気になった点ご紹介しましたけれども、総じてねこのバッグの使い勝手の良さ、あるいは背負い心地の良さに比べれば本当にね些細なことだと思いますし、総合的に見ればこのバッグの魅力の方がね十分にね勝っていると思います。で最終的にねこのバッグを購入しようかなって迷った時に気になるのが価格だと思うんですよね。で最後にね価格についてどう考えるかお話していきたいと思います。最初にお話したようにこれね35,200円するんですよ。でお話いただいた時に商品ページ見てこのリュック35,000円もするんだって思ったんですよね。で僕も実際ねリュックに35,000円かっていうふうには思いました。でそれだけのね果たして価値があるんだろうかっていうふうにも思ったんですけれども、この1ヶ月ちょっと使ってきた中で思ったのは、これ十分ペイできるなっていうふうに思いました。
リュックに限らずね、自分が身の回りに置いて使うものには僕はこういうふうにね基本的に考えています。普段ね毎日使うものほど良質なものを使う、使用頻度の高いものに投資する、それがね一番効率のいい投資だというふうに考えてるんですよね。消耗品はねもう安いものでもいいんですけれども、こういった毎日使う何年も使うものに関してはできるだけいいもの、良質なものを使いたいと思っています。でそれはなぜかというと、このリュックに関して言うと使い勝手がいいのと同時に軽く感じるんですよね。要するに疲れ方が少ないわけですよ。でリュックに関して疲れ方が少ない、疲れにくいリュックっていうのはものすごく重要なポイントで、そこにはですねお金払っていいと思うんですよね。毎日ね通勤通学の往復で持ち運んだ時に背中重たいな、しんどいなってなって帰ってきた時にヘトヘトになっている、そのヘトヘト感が何割かでも軽くなると考えてください。で目の前にね2つのリュックがあると思ってください。一つは見た目がかっこいい、値段は1万円でもかなり疲れる。もう一つの方はやっぱりね見た目がいい、でも価格が3万5千円もする、だけど疲れ方が何割か減る。さあどちらを選びますか。でこのデイリープラスに関して言うと、これレビュー依頼を受けたからというわけではなくて、本当にですねそれぐらいのお金払ってる価値があるなというふうに感じました。毎日毎日ね背負って通勤通学する場合に、その毎日の積み重ねって3年4年したらものすごく大きな差になると思うんですよね。その時に3万5千円多分ね安く感じると思います。是非ね検討していただきたいと思います。でここまでこのねデイリープラス紹介してきたんですが、あともう一つね付属でちょっと紹介したいものがあります。はい、今回ねこのデイリープラスと一緒に提供していただいたものなんですが、スタッシュポーチというポーチなんですよね。このお試し期間中、僕はガジェットポーチとしてね、あるいは撮影の時はカメラのバッテリーなんかをね詰め込んで持ち運んでいました。ですごくねシンプルなポーチなんですが、大きさ的にもねちょうどいいですし、ちょっとだけね最後に紹介しておきたいと思います。はい、僕が提供していただいたのがねスタッシュポーチの中でもディープブラックというカラーのもので、これね表面がねコーデュラナイロンなんですよね。非常に丈夫な生地で、中が開けるとちょっとテカった生地になっているんですけれども X パックなんですよ。なのでめちゃくちゃ丈夫、しかもね防水性撥水性も高いです。ということで、僕はですねガジェットポーチにぴったりだなということでバッテリー類を入れたりもしていたんですけれども、本当にシンプルなポーチでいろんな使い方がねできると思います。ぜひねデイリープラスご購入の際にはですねセットで購入されることをお勧めしたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はですねエイブルキャリーさんからレビュー用に提供していただいたリュックですね、デイリープラスをご紹介してきました。で最後にね購入方法について少しだけねお伝えしておきたいと思います。エイブルキャリーというねブランドメーカー、あまりまだね日本でね馴染みないですよね。だんだんと浸透してきたかなというようなところなんですが、やはりねこれだけちょっとお高いリュックですので、実際に物を見て購入したいと思うじゃないですか。でそういう方はですねエイブルキャリーさんの公式サイトに取扱店の一覧がありますので、そちらの方をねまずはご覧ください。こちらがね公式サイトになるんですけれども、こういった風にですね取扱店がずらっとね紹介されております。でこうして見ていくと首都圏とか、あと大阪ですね、それと名古屋とか広島といったね大きな町にはお店があるんですけれども、それ以外の地域ですね、取扱店がないという地域に住んでいる方、僕もそうなんですけれども、そういった方はですね公式サイトの通販をご利用になることをお勧めしたいと思います。で商品は香港から届くんですけれども、日本のね公式サイトから注文すると送料はタダになります。ただ高いものですので、商品を実際に見て背負ってみてからね購入を決めたいと思いますよね。でエイブルキャリーさんの公式サイトでは、ここですね14日目まで無料返品可能となっております。詳しい条件等はですねエイブルキャリーさんの方に確認していただきたいんですけれども、もしね体格的に合わないなとか、ちょっとやっぱり違うなといった場合にはですね返品することも可能ですので、ぜひ取扱店が近所にないという方もですねこの制度を利用して実際のデイリープラスに触れてもらいたいと思います。でね実際に触ってみて、そして背負ってみれば他のリュックとやっぱり違うなということがお分かりになると思いますので、ぜひねこのサービスを利用して実際に触っていただけたらと思います。はい、ということでねここまで
エイブルキャリーさんのデイリープラスを紹介してきました。久しぶりにね、僕もいいリュックに出会えて紹介することもできて、すごくね楽しい体験をさせていただきました。ぜひね、皆さんも背負ってみてください。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録、そしてベルのマークをポチッとしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。